当時プレイステーションっていう、皆さんご存知のゲーム機が出たての頃に、ホラーゲームっていうのはなかなか当時だとそんなにたくさんは、今だとねすごいジャンルとしてもう確立されて台頭していっぱいあるんですけど、当時そんなになかった時代で、ホラーゲームとしてなんかこう新しいジャンルのものをやっていこうっていうことがまず最初にあって、作り始めたのがきっかけですね。でその時は僕はもう本当に純粋なサウンドクリエイターとして参加したわけなんですけど、その当時であってもこの「サイレントヒル」ってなんかゲームとしてもなかったような、今までなかったような作品っていう作りで始まったものがすごく僕は印象的で、始まった経緯っていうのはありますよね。なんかね、ただ単にホラーゲームを作ろうじゃなくて、ゲームとしても新しい試みとか、その映像的なセンスとかシナリオ的なセンスとかっていう、そういうところがすごく特殊というか、すごく特筆したような作品として作られたっていうこと、経緯っていうのはありますね。ゲームっていうとやっぱりなんか今では CD クオリティだったりっていう本当に普通に聴ける音楽的なところはあるんですけど、当時とかであればそんなにそのメモリーっていうその音楽を CD 内に収める容量っていうのがすごく限られてて、今のように今では多少そういうのはあるんですけど、十分に自分のこのやりたいものを収められないっていうのがまずあって、こういう音楽をやりたい、こういう音を出したいって言ってもそこにまず制限があったりするんで、そういうところでどうこうしようっていうのがやっぱゲームの特にサウンドクリエイターっていうのはそこで一番苦労したりするんですけど、サイレントヒルは逆に僕はそこでそれちょっと逆手に取ろうかなっていうのがあって、じゃあ収められないんであれば多少こうローファイっていうちょっとこう音が荒かったり、音がこうちょっとこうあんまりこう通っていないっていうかくぐもったような音だなっちゃうんですよね。やっぱり容量をこう稼ごうとしてちっちゃくしていこうとすると、で逆にそれを逆手にとってそういうサウンドで収めていこうと、いわばなんか今のハイファイな音じゃなくて、あえてこうローファイな音っていうか、こう昔っぽい60年代70年代っぽい音っていうのであえて統一させて、それをそこのゲーム機で実現することがなんかあえてこうハイファイを狙わずにそこをちょっと逆手っていうか、そういうのをわざと狙ってやったっていうのありますよね。でまたゲームっていうのがすごく音楽的だったりするんですよね。なんかどっかの街へ行くと街の音楽が鳴ったり、どっか行くとなんか音楽が鳴ったりっていう、その音楽っていうのが一つのもう決まったゲームってなんか決まったように音楽っていうのがあるっていうのが、そこもちょっと変えようっていうか違う形にしたいなっていうのがあって、あえて音楽じゃなくてアンビエントって言われてるノイズだったりインダストリー、工場の機械音だったり、そういったもので音の演出っていうのを図ろうっていうで、音楽的じゃないんで容量も多少こう稼げたりもしたりするんで、そういうのがなんかサイレントヒルでは試みたところではあったりしますね。本当に大変っていう言葉以上に大変だなっていうのはありますよね。ただなんかやっぱりこう大人としてプロデューサーっていうとかそういうところっていうのは比較的こう大人になっていく上で、プロデュースっていうところ他のこう創作活動から離れていくっていうか、そういうのをもうやっぱり時間的なところとかで結構そういうのを省いてプロデューサーっていうところで一個に絞られるっていうのがなんか大人というか、なんかこういう世界だったりするんですけど、でもプロデューサーっていう形でいながらも全力でクリエイターっていうところで、音楽で言えば音楽クリエイターとしてもやってるんで、音楽クリエイターとしても全力でどっちもやっていけるっていう形が、一個の形がなんか自分的には一番それが自分らしいのかななんて、なんかそんなところもあったりしながらプロデューサーみたいなことはやってますね。やっぱり一番最初の一番作品っていうのはやっぱりすごくいろんな意味でも思い入れがあったりもするんですけど、一番やっぱり1の時のリサっていう、全然これは本当ゲーム中では主人公とかっていうわけではないんですけど、看護婦のリサっていうキャラクターはすごく思い入れがありますよね。
でこれ当時そのキャラクター描いてた彼がいるんですけど、彼とそのあるシーンがあって、ここの音楽をどうしようみたいなところですごくこう一緒になって作ってったっていうところがあるんですよね。そこのリサがそこ登場するシーンなんですけど、そこの音楽はまった時のこのなんかこう2人の、彼はキャラクターを描いていて、僕は音楽を描いていて、そこでなんかこう出来上がった時になんかこうピタッとはまったなみたいなのをこう2人でこう感じた時の、なんかこうものづくりしてる時のなんか一番これ多分幸せな瞬間だと思うんですけど、そういうのがあって、リサっていうキャラクター自体もそうですけど、その思い入れっていうのはとてもありますよね。サイレント2の時に出てきた三角アトマットっていうピラミッドヘッドっていう、これは本当誰が見ても一度見たら忘れられないのような、なんか印象的なキャラクターで、これはとてもなんか僕にとってもやっぱりすごく印象深いですよね。やっぱね、そのピラミッドヘッドの持っているキャラクター性とか、そのルックスもそうですけど、そういうのがすごく残るっていうか、そういう意味でもうかっこいいし大好きですね、あれは。本当に嬉しい限りですよね。すごくやっぱり熱いというか、やっぱり本当に作ったものをなんかこうとことんまで遊んでくれて、とことんまでこういろいろ研究というか見てくれてっていうところがあって、やっぱりサイレントヒルがもともとアメリカを舞台にしたホラーっていうところで、作り上げているっていうところで、でも我々作ってる側って日本人じゃないですか。でやっぱりそういうアートだったり、それ芸術とかっていうのを、海外のそういったものをすごくこうリスペクトするようなメンバーが集まって作ってる中で、アメリカっていうところ、あるいは日本ではなくて舞台がアメリカっていうところで日本人が作るっていう、でもどうしてもやっぱそこでやっぱ差は出てくるんですよね。ネイティブのアメリカの方たちが作るアメリカのホラーとかっていうのとはまた違う。でもそれはなんか日本人の血というか、もう本当に去年とか一昨年とか日本のホラーブームみたいなのありましたけどそういう日本人が持ってる独特の感覚、ホラーの感覚っていうのが、それをなんかアメリカを舞台にしてっていうところで目指して作っていくところが、なんかそこのぎこちなさっていうのが言葉として合ってるかどうか分かんないですけど、そこであえてなんか日本人が作るっていうところで、すごくいいバランスっていうか、純粋なアメリカンホラーではないっていう、なんかそういったところがなんか特別にこうオリジナリティを持って海外の人には受け入れられてるのかなっていうところありますよね。純粋に僕らが日本ジャパニーズホラーを作ってはいっつっても、多分そこはまた違うかなっていうのがあると思うんですよね。なんかね、そういう海外のアートだったり、そういったところをこう影響を受けて、なんかお返しというか作ったっていうところがなんか評価されてんのかなっていうのはなんとなく思いますね、やっぱね。ゲーム機がどんどん性能が良くなって、本当にゲーム機じゃないゲーム機っていう言い方もおかしいですけど、本当に家電に近いようなそういった機械も出てきて、やれることも今まではその制限があって、これはやりたかったけどできないっていうのが、どんどんできるようになってきて、自分たちの望むものが叶うっていうかなってくると思うんですね。でもやっぱり今までゲーム機っていうのが登場して十何年経ってますけど、なんか基本的にやってることってあんまり変わらなくて、自キャラとかボスとかなんかそういう言葉が普通に飛び交ってて、今までの本当にやってるフォーマットが変わらない、遊びが全然変わらないっていうか、でお客さんに対しても与える感覚っていうのは何も変わらない、映像が綺麗になって音が良くなってっていうところだけがクオリティが上がってってっていうところがあると思うんですけど、僕はなんか全然違う、もうそろそろビデオゲームっていう、名前のものじゃない、ゲーム機、今まで、今度新しく出るゲーム機っていうものを使いながらも、ビデオゲームっていうカテゴリーじゃない新しいジャンルというか、みんなを楽しませられるものを作れればいいなっていうのは思ってますね。単純にこう
プレイヤーをこういじって1面クリアとか2面クリアとかっていうものではなくて、もっとそれこそ本当インタラクティブっていう言葉でもっとくくって、もっとそこがもっとフューチャーされるような単純なゲーム、今までのゲーム感覚じゃないものっていうのを、なんか作れればいいなっていう、そういうカテゴリーというか、みんながテレビゲームって言ってたものがまたなんか違う言葉でなんか表せられるような作品っていうのは作れればいいかなっていうのはなんかずっと思ってはいますよね。もうあれもうサイレントヒルの2の頃ですね。もう本当かなり前なんですけども、5、6年6、7年も経つのかな。もう結構前から、監督の方から映画化、このサイレントヒルを映画化したいっていう監督の方からオファーがあって、でそういうのはこうビジネス的なところもありますけど、監督の方からこう一本ビデオテープが送られてきて、本当 VHS のカセットテープでサイレントヒルのチームの皆さんこれ見てくださいみたいな、それ1時間ぐらいの本当映像でテレビ番組みたいな編集がされてあって、で延々と監督が自分でサイレントヒルは僕はこれだけ愛していますとか、あそこはこう思いますみたいな一人で語ってるんですよね。ずっともう1時間語りっぱなしで、で最後の方に映画化させてくださいじゃなくて、僕がもしこの作品を映画化するんであればこういうふうにするけどなみたいなボソッとかって言うんですよ。そこで監督としてはその映画化をしたいっていう意図のもと、その映像作品というかその番組みたいなものを作って送ってきて、でその後ビジネス的なところがクリアになって、映画化になったっていう経緯はありますね。完成するまでにもう100回ぐらいずっとこうだんだん出来上がるのをこう見ていたんで、ここで完成なんだみたいな、そういったところありますよね。ずっと撮影はトロントでやってて、トロントのスタジオがあるんですけど、そこで監督に呼ばれて「ちょっとこんな感じなんだけど」とかつって「どう?」みたいな見せられて。その時は本当ラッシュ一番最初のラッシュだったんで「どう?」って言われても本当に普通になんか俳優さんが演技してるだけでどうもこうもないなみたいなと思ったんですけど、それは本当にまだCG も入ってないしワイヤーも何にも入ってない状況で、本当に俳優さんが演技してるだけであって、これ本当に大丈夫なのかなと思ったのがあって、でも本当に最後の完成版見た時はもう完璧にそういう技術演出も全部入り込んだもので見た時にはその差がやっぱり分かるだけあって、ここからこうなったっていうのがあるだけあって、すごいなっていう、作りとしてもすごいですし、完成したその作品としても最高というか、やっぱりゲームが何かがオリジナルが原作だと大概こうどっかこうひねられちゃって、そこは違うと思うんだけどなっていうのがあったりするんですけど、それが全然ないっていうか、本当にゲームが映画化になるっていうのはこういうことなんだなっていう、こういうことだっていうふうに僕は思いましたね。トロントから車で30分ぐらい行ったところの本当街に一角にこうビルがあるんですけど、それが別にそこにサイレントヒルビルとか書いてないんですけど、そこのビル一棟がサイレントヒルの制作スタッフが収まってるビルみたいな、本当総勢でいうと本当1,000人近いなんかメンバーがいて、全員でそこでサイレントヒルを作ってるっていうビルがあって、そこでやってて、一番最初に行った時はその人数の多さと綺麗にこう分担作業されてるっていうか、そういうところはびっくりしましたね。その一日中その CG っていうかゴキブリをずっと作ってるメンバーが4人5人ぐらいいて、あとクリーチャーとかもう全部こう綺麗に分かれてダーッと作業してるっていう、そういう大勢の人数でやってるっていうのがすごいそこはなんかもうびっくりしましたね、やっぱね。端っこに本当大きなもう何インチだすっごいでっかいテレビがあって、そこにプレイステーションが PS2 がつながってて、
演技をする前に監督がそこでプレーをするんですよ、こうやってで俳優がバーって周りこうやってずっとこう前のめりになって見て、ここのシーンはこうなんだよとかつってずっと語ってるんですよ。映画でゲームやりながら演技指導してんのって他の人は多分やらないだろうなと思って。監督は監督なりのサイレントヒルの判断というか、どれだけゲームに忠実にできるかっていうところをやっていたので、そういうところから、実際の実写の本当にキャラクターが演技したり CG になってモンスターが出てきたりっていうところのシーンが出来上がった時に、ひょっとしたら今後そういう新しい次世代機とかもっともっと先のもっと進化した時に実写に近づくというかなった時にはきっとこうなるんだろうなというか、映画を見ながらそのゲームの将来じゃないですけど、ひょっとしたらこういうふうにしたら将来的なハードウェアでそういうホラーじゃないですけど作品を描く時はこういうふうにしたらいいのかなとか。そういうのはちょっと逆にもらった気もしますね。光の当て具合にしてもカメラの画角の云々にしてもこういうふうにすればいいんだっていうノウハウじゃないですけど、そういうのはちょっと勉強になりましたよね。サイレントヒルのゲームを監督が映画に引っ張っててそれまたもらったっていうそんなような感じはありますよね。最初僕あれってモンスターは CG なのかなと思ってたんですよね。CG で全部今回出てくるCG の部分もありますけど CG で全体的にやるのかなと思ってたら、あれ本当に何メーター3メーター結構本当中入って大きな人なんですけど3メーターぐらいある結局ピラミッドヘッドのあれかぶると結構大きくなるんですけど人を使って、撮影してましたよね。あれも結局オーディションを何人ですかね、200人から300人ぐらいオーディションして顔見えないのにオーディションして、動きとこのなんて勇ましい怖さというかああいうのをオーディションして決まった方で現場ではそこまでグロくはないですけど、あれが CG でディテールが加われて演出が加わるとこうなるんだっていうちょっとあれもちょっと感動はしましたね。やっぱ実写を使ってそこにどれだけCG で側を整えていくというかことでよりリアリティが増すっていうか、あれが CG だとやっぱどっか嘘くさいのかなっていう気もしたんで、監督はそこも自分でおっしゃってて、やっぱり CG ではなく実写を交えながらうまくCG で側を整えていくっていうのがやっぱりサイレントヒルの世界観を描く上でらしさっていうのが一番抽出できるんじゃないのかななんてずっと言ってたんで、なるほどなっていうのは思いましたね。ラバーに入った一番最初に出てくるモンスターなんですけど、シビルにちょうど毒を吐きかけるクリーチャーなんですけど、あれは僕ねオーディションも見させていただいたんですよ。中に入る人、あれは本当ダンサーが入っててすごく動きをラバーをかぶって相当苦しそうですけど、あれをかぶってオーディションというか演技をしてっていうのがあって、すごいたくさんの人がモンスターをやりたいがためにオーディション受けてるのかなと思ったらすごいなと思いましたけどね。あれはそういう作ってる途中でも結構見てたんで、あれもちょっと印象的ではありますよね。一番最初にサイレントヒルの世界がガッと変わって娘を探すシーンがあるんですけど、どこ行ったと。変わって階段のところで変わってずっと探して路地裏みたいなところを歩いていくんですね。であそこのシーンがサイレントヒルの1のこのプレイヤブルでゲームをしているシーンと全く同じなんですね。あそこが僕はすごいやっぱり印象的というか思い出深いというか、一番最初にサイレントヒルをやった時に一番最初の作品でも遊んでやっぱ思い入れも一番あって、でシーンも一番やっぱり
すごく特徴的なカメラがこうパンするすごく印象的なシーンなんですけど、そこがきちっとっていうか忠実に描かれてるところが、僕はシーンがすごく好きですっていうか思い出深いですね、やっぱね。最初は監督の方からアキラの方で音楽ちょっとやってくれとで言われて、本当光栄だなとすごい嬉しいなと思ったんですね。でやってくれと言われたものの、じゃあどうしようとかって思ってて、でやっぱり最初はなんかこうやっぱハリウッドテイストっていうか、やっぱハリウッド調で、あとすごくこうオーケストレーションというか生の楽器を使ってっていうのがすごくあったんですけど、どうしてもやっぱり一回そういうのをこうちょっとやってみようかなとは思ったんですよね。でもやった時にやっぱりなんかどうしてもこうちょっと違うなっていうのをやっぱちょっとなんか自分の中でもあって、でじゃあ次はゲームの音楽をちょっとこうリアレンジしてちょっとリニアというか本当に CD クオリティの作品にちょっと一回もう一回作り直してみようみたいなこともやったんですね。そしたらなんか本当になんかちょっと違うなっていうのもあって、で最終的に本当にゲーム中の音をそのまんま録音をして、2ミックスっつってそのままステレオで録音じゃなくて一回バラバラにして全トラックをバラバラにして録音してそれをあてがったんですね。そしたらなんかすごくこうなんていうの、今までにないようななんか映像とその音がなんかすごくやっぱりうまくシンクしたっていうか、これだなっていうなんかあって、で実際のゲーム中の音楽を全部もう一回録音っていうかそのまま録音して収録したっていう経緯がありますよね。本当前代未聞映画でプレイステーションの音楽が鳴るっていう音が鳴ってるっていう、やっぱり監督すごいやっぱりこう音にもすごいこだわる人で、効果音一つとっても一番最初のサイレントヒルの街がこう裏に変わるシーンがあるんですけど、あそこでサイレンが鳴るんですよね。でサイレンの音が最後こう止んでバッと戻って裏に実は変わってるっていう、そういうシーンがあるんですけど、そこの裏に変わる時のサイレンのこの消え具合のフェードアウトっていうか、ってこう本当に微妙なんですけど 0.5 秒とか 0.6 秒とかそんなぐらいなんですけど、そこで4時間粘ってましたね。違うと、もう手前だとかって、それはすごい記憶に残ってますね。でもそんな類のがずっと続いてたんで、すごいこだわる人ですね。なんかそういうサイレンの音の消え具合一個とってもそれはすごい印象的でしたね。2006年の、2006年5月ですね、シカゴで、やりました。ローズモントホールっていうところなんですけど、お客さんはなんか4000人ぐらい来ていただいて、やりましたね。なんかねやってほしいって言ったのはサイレントヒル1のテーマソングとサイレントヒル2のテーマオブローラっていう、そっちどっちかどうでしょうみたいな感じだったんで、そこでテーマオブローラサイレント2のテーマソングでテーマオブローラの方を選んで、オーケストラアレンジして演奏したっていう経緯がありますね。あの曲自体がどこかちょっとゲーム音楽らしくないっていうか、ちょっとロックっぽかったりもするんですけど、そういったところでも逆にそういう方が面白いのかなって、オーケストラとやるんだったらこういうちょっとロックテイストでゲーム音楽っぽくない感じのやつの方が面白いのかなって選んで演奏した経緯がありますね。単純にそのサイレントヒルとかいろいろゲーム音楽っていうのがある中でそれを聴きたいっていう人も聴いて楽しみたいっていうこともありますけど、ちょっとゲーム音楽っていうののちょっと新しい試みとかちょっとこう違うフィールドでのなんかこうエンターテインメントみたいなところでそういうクラシックのオーケストラをバックにっていうのをシカゴでやったっていうのがありますね。でその後もいろいろデトロイトとか世界中今ワールドツアーみたいな形でやってて、そういういろんなお客さん楽しませてるっていうところはありますね。
映画もあると思います映画はね多分作るんじゃないですかね。あの終わり方は多分みんな多分ねなんかあるんじゃないかって多分思ってると思うんで、多分期待には応えられるんじゃないかなっていう気はしますね。